レッスン1、感謝とプロフェッショナリズム。感謝とプロ意識は、どのような職場環境でも密接に関係しています。完全に同意します。ハードワークを認めることはポジティブな雰囲気を醸成します。はい、それは人々が最善を尽くし、卓越性を目指して努力する動機になります。絶対やるよ。ほんの少しの感謝が大きな違いを生む。絶対に。それは私たちがお互いの貢献を大切にしていることを示しています。また、同僚間のチームワークとコラボレーションを促進します。大小を問わず、私たちの成功を一緒に祝いましょう。はい、感謝の文化を作ることは関係者全員に利益をもたらします。協力的でプロフェッショナルな環境を育むために努力しましょう。レッスン2、オリバー・クロムウェルの影響。1600年代、オリバー・クロムウェルはカトリック教徒を追い出すことでアイルランドをプロテスタントにしようとしました。それは当時の激しい宗教紛争を反映した歴史上重要な瞬間です。はい、彼はプロテスタントの入植者を呼び込むことを目指していました。それがアイルランドの状況を根本的に変えました。これらの行動がアイルランドの文化とアイデンティティにどのように永続的な影響を及ぼしてきたかは魅力的です。絶対に。その間に生じた緊張は、今日でも様々な形で響き渡っています。権力闘争がいかに社会の深い分裂につながるかを思い出させてくれます。はい。この歴史を理解することは、現代のアイルランドの複雑さを理解するのに役立ちます。同感です。過去について学ぶことで、よりインクルーシブな未来へと導くことができます。歴史的出来事が私たちの現在をどのように形作っているかを探り続けましょう。レッスン3、フィジカルコンディショニング。最近、運動不足と体調不良を理由に、連邦政府により参加が中止されました。それは心配です。健康的なライフスタイルを維持することの重要性を浮き彫りにしています。はい、特に競争の激しい環境では、個人がアクティブでいることが重要です。参加者の体力を向上させるためにはどのような対策ができるのだろう。適切なトレーニングと定期的な運動についての教育は、良いスタートとなるでしょう。絶対に。健康とフィットネスの文化を奨励することは、より良い結果につながります。これらの問題がさらにエスカレートする前に、これらの問題に対処することが不可欠です。私も同意します。積極的な対策を講じることで、全体的な健康状態に大きな違いが生じる可能性があります。コミュニティ内で身体活動を促進する方法について話し合いましょう。レッスン4、誤解を正す。完全に同意します。これ以上の誤解を防ぐために、この状況を正さなければなりません。はい。紛争が発生した場合は、明確なコミュニケーションが鍵となります。関係者全員と直接、正直に問題を解決することが重要です。絶対に。オープンな対話は、より良い理解とコラボレーションにつながります。一緒に取り組むことで、効果的な解決策が見つかると思います。はい。そして、誰もが自分の意見を聞いてもらい、大切にされていると感じてもらうことが不可欠です。これについてさらに話し合い、懸念事項を明確にするための会議を設定しましょう。素晴らしいアイデアです。それは私たちが前向きに前進するのに役立つと確信しています。これを一緒に解決するのを楽しみにしています。
レッスン5、提案のレビュー。おはようございます。あなたが送った提案書を確認しました。おはようございます。それを見る機会があってよかったです。はい、いくつか興味深い点が見つかりましたが、いくつか調整が必要だと思います。それは理解できます。改善が必要な点についてのご意見をお聞かせください。目標をより明確にするために、いくつかのセクションを明確にする必要があると思います。絶対に。明確な目標は、みんなが私たちの目標をよりよく理解するのに役立ちます。また、スケジュールと予算に関する詳細を追加することも検討しています。これは賢明な行動のように思えます。利害関係者に明確な全体像を提供するでしょう。力強い提案ができるよう、一緒に修正していきましょう。レッスン6、コメントとのやりとり。キャプションにコメントを入れたり、意味のある質問をしたりすることが不可欠だと思います。間違いない。視聴者と交流することは、視聴者の意見や考えを大切にしていることを示しています。はい、コミュニティの感覚を生み出し、より多くの交流を促すことができます。同感です。フォロワーが自分の意見を聞いていると感じると、定期的にエンゲージする傾向が高まります。また、どのコンテンツが最も彼らの心に響くのかを理解するのにも役立ちます。まさに、フィードバックは、コンテンツの改善と進化にとって非常に貴重です。興味深い議論のきっかけになるような質問のアイデアをブレインストーミングしてみましょう。素晴らしいアイデアです。視聴者が私たちの新しいアプローチにどのように反応するかを見るのが待ちきれません。フォロワーとのより強いつながりを築きましょう。レッスン7、楽器。サクソフォン、トロンボーン、フレンチホルン、クラリネット、フルートを演奏しようと思っていましたが、どれを選べばいいのかよくわかりませんでした。実に多種多様な楽器ですね。それぞれに独自のサウンドとスタイルがあります。そうですね。楽器が違えば、音楽に全く異なる感情が生まれるのが大好きです。絶対に。どんな音楽を演奏したいか考えたことはありますか？私はジャズに傾いている。それはサックスに一番合うかもしれない。パーフェクトですね。サクソフォンはジャズ音楽の中でもとても豊かでソウルフルな響きがする。同感です。でも、クラリネットの汎用性もとても魅力的だと思います。どちらも素晴らしい選択肢です。ミュージックストアに行って試してみましょう。はい、それはどの楽器が自分に合っているかを決めるのに役立ちます。レッスン8、イライラする経験。誰かが列に並んで私の前に切り込んできたら、イライラしたに違いありません。ああ、確かにそうです。それはあなたの忍耐力を試す瞬間の一つです。彼らに何か言ったのか、それともただ話しただけなのか。私は深呼吸をして、それを手放すことにしました。ストレスを感じる価値はありませんでした。それは賢い選択です。時には、対立は避けた方がいいこともある。はい、でも次回はもっと積極的になるようにいつも自分に言い聞かせています。自分の力で立ち上がることは大切ですが、戦いを賢く選ぶことが重要です。絶対に。ポジティブなやりとりに集中して、ネガティブなことは手放しましょう。同意しました。人生は短すぎて、イライラする瞬間にこだわることはできない。
レッスン9、キューバ文化。キューバ文化の影響を受けて、タバコはキューバとその周辺地域で広く栽培されています。タバコ栽培が彼らの歴史にどれほど深く根付いているかは興味深いことです。絶対に。葉巻を作るための職人技は本当に印象的です。キューバの葉巻は世界でも最高級とされていると読んだことがあります。そうですね。気候と土壌が独特の風味にどのように貢献しているのか興味深いです。本当にそうです。タバコの栽培プロセスについてもっと知りたいです。機会があればタバコ農園への訪問を計画しましょう。それは素晴らしい経験のようですね。直接見るのが待ちきれません。キューバの豊かな文化を探求し、鑑賞しましょう。レッスン10、スポーツにおける薬物使用。カナダのアスリートの薬物使用は非常に一般的であり、調査の結果、重大な懸念があることが示されました。はい、この問題がスポーツにどれほど広がっていたかを考えると憂慮すべきことです。絶対に。それは運動競技の健全性について疑問を投げかける。同感です。アスリートにフェアプレーと健全な練習を奨励することは極めて重要です。この調査は、これらの問題に対処し、より良い規制を実施することを目的としていたと思われます。はい。スポーツ団体がこれらの調査結果を真剣に受け止めることは不可欠です。意識を高めることで、今後同様の問題を防ぐことができれば幸いです。絶対に。スポーツには誠実さと健康の文化を育むことが不可欠です。クリーンで公正な競争を促進するイニシアチブを引き続き支援しましょう。レッスン11、ガイドブックの推奨事項。私たちのガイドブックには、新しい場所を訪れるときは郷土料理を試すべきだとガイドブックに書かれています。それは素晴らしい提案です。郷土料理を試すのは旅の醍醐味の一つです。はい、より本物の方法で文化を体験することができます。完全に同意します。食べ物は国の歴史や伝統について多くのことを教えてくれます。ガイドブックからぜひ食べておきたい料理のリストを作ってみましょう。素晴らしいアイデアです。地元のレストランで提供されるすべてのものを試食できることにワクワクしています。また、地元の人におすすめを聞くのも忘れないようにしましょう。絶対に。彼らの洞察力は、ガイドブックには載っていない隠れた名所へと私たちを導いてくれます。これからの美味しい冒険に出かけよう。レッスン12、フィットネスの目標。こんにちは、あなたもフィットネスに興味がありますか？はい、健康でバランスの取れたライフスタイルを維持したいです。それは嬉しいですね。定期的に運動するモチベーションを保つにはどうすればいいの？私は自分自身に小さな目標を設定しました。これにより順調に進みやすくなります。私も似たようなことをしています。その小さな成果を祝うのは助けになります。まさに。さらに楽しいアクティビティを見つけると物事はエキサイティングになります。新鮮さを保つために新しいトレーニングやクラスを試すのが好きです。こっちも同じ。お互いにモチベーションを高めてアクティブな状態を保ち、フィットネスの目標を達成しましょう。絶対に。一緒に健康的なライフスタイルを送りましょう。レッスン13、高校の演劇。
高校時代はバンドで演劇をやっていました。それはすごい。どんな演劇に参加したんですか？演劇はすべてミュージカルだったので、ステージで歌ったり演奏したりしました。それは素晴らしい経験のようですね。ミュージカルが大好き。彼らはとても楽しかったし、チームワークも本当に楽しかったです。はい、他の人とコラボレーションすることで心に残る思い出を作ることができます。それらのパフォーマンスを通じて、規律と創造性について多くのことを学びました。あなたの努力がステージで実を結ぶのを見るのはやりがいがあったに違いありません。本当にそうだった。それらの経験が私の舞台芸術への愛情を形作りました。レッスン14、ホースナの産業利用。ホースナが砂漠から取り除かれたのはラバを20チームで結んだって知ってた？それは魅力的だ。そのような資源がどのように輸送されたかは信じられないほどです。はい、それは当時の創意工夫とホースナの重要性を物語っています。ホースナは強度のような産業用途に使用されていますか？洗浄剤、化粧品、さらにはガラス製造にも使用されています。うわぁ、こんなにたくさんの用途があるなんて知らなかった。はい、様々な産業で重要な役割を果たす用途の広い鉱物です。自然がこのような有用な資源を私たちに提供しているのは驚くべきことです。絶対に。これらのプロセスを理解することで、天然素材への理解を深めることができます。レッスン15、睡眠の改善。違いはありましたか？やった。ぐっすり眠れて、すっきりとした気分で目が覚めます。それは素晴らしい。質の高い睡眠は私たちの健康にとって極めて重要です。はい、気分とエネルギーレベルが大幅に改善されたことに気づきました。睡眠は本当に私たちの生活の多くの側面に影響しますよね。絶対に。休息とリラクゼーションを優先することが不可欠です。あなたに合った解決策を見つけたと聞いて嬉しいです。ありがとう。良質な睡眠をとるコツをお互いに共有しましょう。素晴らしいアイデアです。一緒に、私たちはお互いに健康的な睡眠習慣を維持できるように助け合うことができます。レッスン16、プライバシー保護。私たちの個人情報を保護することは、これまで以上に重要になっています。完全に同意します。オンラインで何を共有しているのかを知っておくことは不可欠です。はい、プライバシーポリシーを調べることで、データがどのように使用されているかを理解するのに役立ちます。間違いない。個人情報がもたらすリスクを知ることは極めて重要です。私はいつもアカウントの設定を定期的に確認するようにしています。それは賢い動きだ。常に情報を入手することは自分自身を守るための鍵です。これからもデジタルセーフティーについて学んでいきましょう。絶対に。他の人にもプライバシーの重要性を理解してもらうことができます。私たちの個人情報に積極的に取り組むことです。レッスン17、おしゃべりオウム。言葉はいくつかありますが、覚えたフレーズの一つに、愛してるよ、かわいい鳥というものがありました。それは愛らしいです。オウムは言葉を真似る能力があって、とても面白い生き物です。はい、
彼らはとても面白いかもしれませんし、飼い主との絆を築くことさえできます。私はいつも彼らがどれほど賢く、いかに早く学ぶかに感心してきました。彼らが人間の相互作用にどのように反応するかを見るのも魅力的です。間違いない。ペットのオウムを飼うことはたくさんの喜びと笑いをもたらすに違いありません。あんなに元気な仲間とどんな会話ができるか想像するしかありません。はい、彼らは本当に家庭に特別な活力を加えることができます。私たちと楽しく交流できるペットを飼うことを考えてみましょレッスン18、大西洋地域。カナダの東部には、大西洋に隣接する大西洋の州があります。はい、それらの地方には豊かな海事文化と歴史があります。絶対に、海は彼らのライフスタイル、経済、伝統に影響を与えます。海岸の風景がとても美しく、多様であるのが大好きです。はい、そこのシーフードや漁業について考えると素晴らしいです。その地方の人々はおもてなしの心で有名だと聞きました。それは本当です。沿岸地域の温かさには何か特別なものがあります。大西洋地方の魅力を直接訪れて体験したいです。旅の計画を立て、その美しさを満喫しましょう。レッスン19、ファッションの選択。それは面白そうですね。チェックしなくちゃ。ファッションのコツはありますか？絶対に。重ね着はコーディネートを本当に引き立たせ、深みを持たせることができると思います。はい、レイヤリングは様々なスタイルを組み合わせるのに最適な方法です。また、アクセサリーは衣装をまとめる上で大きな違いをもたらします。同感です。シンプルなアクセサリーは、最もベーシックなルックスも引き立ててくれます。服を選ぶことで自分の個性を表現することがすべてです。そうですね。ファッションが私たち個人の在り方を反映できるところが気に入っています。これからも新しいスタイルを探求し、お互いにアイデアを共有していきましょう。間違いない。私たちのユニークなファッションセンスを発見しましょう。レッスン20、おいしいラザニア。私は新しいレシピを試すのが大好きですが、みんなが絶賛する意地悪なラザニアを作っています。おいしそう。私はいつもおいしいラザニアを楽しんできました。定番の料理で、その秘訣はレイヤーとソースにあると思います。ぜひ一度作ってみるといいですが、何かコツはありますか？絶対に。重要なのは、すべてのフレーバーが溶け合うのに十分な時間焼くことです。心に留めておくよ。普段は何と一緒に出すの？新鮮なサラダとガーリックブレッドが相性抜群です。ヤム、どんなに素晴らしい味かもう想像できます。すぐに夕食の計画を立てましょう。ラザニアを作ってあげます。レッスン21、旅行予算。この旅行に使える金額で十分だと思いますか？賢明な計画を立てれば、間違いなく実行できると思います。途中でお得な情報を見つけたらどうしますか？まさに、いつでも割引やスペシャルを検索できます。さらに、
無料で楽しめるアクティビティもたくさんあります。そうですね。自然を探索することは、どんな旅行でも最高の部分であることが多いです。これから待ち受ける可能性のある冒険にワクワクしています。私も、忘れられない経験になるよ。すべてを楽しめるように、予算を賢く立てましょレッスン22、インフルエンサーパートナーシップ。私たちのプロジェクトにおけるインフルエンサーのパートナーシップについてはどうですか？それは良いアイデアだと思います。リーチを大幅に拡大できるでしょう。人気のインフルエンサーとのコラボレーションは、新しいオーディエンスをもたらす可能性があります。はい、そして彼らのフォロワーも私たちの忠実なファンになるかもしれません。視聴者との本物のつながりを築くことがすべてです。まさに、魅力的なコンテンツは、人々を裁縫させ続けるものです。手を差し伸べることができる潜在的なパートナーをブレインストーミングしてみましょう。パーフェクトですね。すでにいくつか名前を考えています。素晴らしい力を合わせれば、本当に素晴らしいものを作ることができます。レッスン23、学習体験。少し大変でしたが、何か新しいことを学ぶのは本当に楽しかったです。完全に同感です。コンフォートゾーンの外に出ることは不可欠です。苦労はしばしば最もやりがいのある経験につながります。はい、そして私たちがどれだけ成長できるかを見るのは魅力的です。自分が習得するとは思ってもみなかった新しいスキルを発見するのが大好きです。障害を乗り越え、目標を達成する力を与えてくれます。もっと学ぼうと頑張りましょう。絶対に。学習の旅は決して終わりません。挑戦を受け入れ、一瞬一瞬を楽しむことです。レッスン24、鮮やかなデザート。鮮やかなデザートにパープルヤムやドラゴンフルーツを試してみてはいかがですか？美味しそうだし、見た目も素晴らしい。美味しいだけじゃなくて、色とりどりのデザートが大好きです。はい、食べ物に関してはプレゼンテーションが大きな違いを生みます。さらに、これらの成分には栄養素が豊富に含まれています。まさに、ヘルシーなデザートは楽しくて満足できるものです。これらのユニークなフレーバーを際立たせるレシピを試してみましょ一緒に何を作れるのかワクワクしています。きっと楽しい料理の冒険になるでしょう。レッスン25、野外活動。私を頼りにして、ハイキング以外に他にどんなアクティビティを楽しんでいますか？私はサイクリングが大好きです。新しい場所を探索するのに最適な方法です。楽しそう。サイクリングも好きです。特に風光明媚なトレイルではそうです。近いうちに海岸沿いのサイクリング旅行を計画すべきだ。間違いない。海の景色がもっと楽しくなるでしょう。また、途中の美しいスポットでピクニックをすることもできます。パーフェクト、冒険と美味しい食事を組み合わせることは常に勝利です。確かに。すぐに実現させよ一緒にアウトドアに出かけるのを楽しみにしています。う。レッスン26、ノーマン・ロックウェル。
アメリカのアーティスト、ノーマン・ロックウェルが、実際には写真のように見える絵をいくつか描いたことをご存知ですか？本当に、それは魅力的だ。彼の細部へのこだわりは驚くべきものでした。そう、彼は日常の瞬間をとても親しみやすい方法で捉えました。彼がそれぞれの作品を通して物語を語る方法には感心します。まるで彼が描いた人々の感情を感じることができるかのようです。まさに、彼の作品は世代を超えて多くの人々の共感を呼んでいます。近々、美術館に行って、彼の作品を見てみよう。それは素晴らしいアイデアのようですね。彼の作品を間近で見てみたいです。彼の傑作を一緒に探求するのが待ちきれません。レッスン27、ハイキングアドベンチャー。ハイキング用品と釣り竿は必ず用意しておきますが、食べ物はどうですか？旅行中に元気を保つのに十分なスナックが必要です。それは素晴らしい点です。七面鳥とチーズのサンドイッチを作って、エネルギーを素早く高めるためにフルーツも忘れないでほしいと思っていました。もちろん、トレイルミックスを見逃すわけにはいきません。トレイルを探索しているときにむしゃむしゃ食べるのに最適だと思いませんか？はい、グラノーラバーもいくつか持っていきたいです。詰めやすく、場所を取らずに良いエネルギー源になります。堅実な計画のようですね。飲み物はどう？水のボトルを飲むべきか、それとももう少し爽快なものを飲むべきか。もちろん、たくさんの水が必要ですが、休憩するときはアイスティーを2、3本用意しておくといいと思います。素晴らしいアイデアです。そして、何にでもクーラーを使って新鮮さを保つことができます。出発前に取っておくよ。パーフェクト、重要なことを忘れないようにチェックリストを作ろう。大自然の中で美味しい食事を逃すのはもったいない。同意しました。必要なものはすべて書き留めておきます。この旅は忘れられないものになるだろう。レッスン28、ヨーロッパの旅。はい、ヨーロッパの美しい国に行きました。ポルトガルで素晴らしい風景と活気に満ちた文化について考えるのをやめられません。すごいですね。滞在中に訪れたお気に入りの場所はどこでしたか？海岸線は息を飲むほど美しいと聞きました。確かに、海岸線は素晴らしかったです。私が特に気に入ったのは、海と険しい岩礁が出会うラゴスの断崖で、まるで絵画のワンシーンのように感じました。想像しかできない。探検中に郷土料理を食べる機会はありましたか？ああ、間違いない。私は素晴らしいシーフード、特にイワシのグリルを食べました。新鮮で風味豊かでした。食事はどれも経験のように感じました。美味しそう。パステスデナタのようなポルトガルのペストリーは必見だと聞きました。何か食べた？はい、いくつか持っていました。甘くてクリーミーで、フレーク状の皮は完璧でした。家に持ち帰らなかったことを後悔しています。このような素晴らしい経験を残すのはいつも難しいです。そこの文化で他にどんなところを楽しんでいましたか？人々は信じられないほど温かく、歓迎してくれました。特に地元のお祭りで、彼らが伝統を祝う様子が気に入りました。家にいるような気分にさせてくれました。レッスン29、ロックバンドの夢。
ロックバンドに入りたいです。友達の何人かと自分のロックバンドを始めようと思っていて、とてもエキサイティングです。それは素晴らしいアイデアのようですね。みんな、どんな音楽を演奏したいですか？私たちはクラシックロックに傾いていますが、新鮮で興味深いものに保つために、モダンな影響も加えることに前向きです。私はそれが大好きです。ジャンルをミックスすることで、他のバンドとは一線を画すユニークなサウンドを作り出すことができます。まさに。さらに、まとまりのあるユニットとして一緒に作業をしながら、個々のスタイルを表現することができます。どこで演奏するか考えたことはありますか？地元のライブハウスは自分の音楽をコミュニティに広める素晴らしい方法かもしれません。はい、ライブミュージックを開催している小さなクラブをいくつか調べています。観客の前で演奏できたら素晴らしい経験になると思います。それがスピリットだ。ライブで演奏することは爽快で神経をすり減らすこともありますが、それもすべて旅の一部です。絶対に。この冒険が私たちをどこに連れて行き、その過程で築く友情を見るのが待ちきれません。レッスン30、フィットネスジャーニー。間違いなく、新しいワークアウトルーチンのおかげで、私はより引き締まり、一日を通してより多くのエネルギーを得ることができました。それを聞くのは素晴らしい。定期的な運動が私たちの体だけでなく、私たちの全体的な健康状態もどれほど変えることができるかは驚くべきことです。絶対に。フィットネスを日常生活に取り入れるまで、自分がどれだけのエネルギーを逃しているかに気づきませんでした。それは素晴らしい気づきです。今までどんなワークアウトをしていて、一番楽しんでいますか？筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせて取り組んできましたが、セッションのたびに達成感と活力を感じることができるのが気に入っています。それはバランスの取れたアプローチのように思えます。モチベーションを維持するには、自分が楽しめるアクティビティを見つけることが重要です。確かに。また、ワークアウトの精神的な明晰さにも感謝しています。よりポジティブなマインドセットで一日に取り組むのに役立ちます。はい。フィットネスの旅を友達と共有することで、さらに楽しくなります。一緒にワークアウトすることを考えたことはありますか？私たちは間違いなくそれを計画すべきです。ワークアウト仲間がいると、責任感が保たれ、エクササイズがさらに楽しくなります。レッスン31、エキサイティングな劇場。続けて。もうすぐ芝居が始まりますが、もうワクワク感が漂っています。素晴らしい公演になりそうです。待ちきれない。ライブシアターへの期待はいつもスリル満点だ。観客からのエネルギーが雰囲気を盛り上げてくれる。絶対に。才能ある俳優が目の前で物語を生き生きとさせるのを見るのは、魔法のようなものです。はい。監督が脚本をどのように解釈したかを見るのはワクワクします。どの作品も物語にユニークなひねりを加えています。まさに。セットデザインから照明まで、様々な要素が全体的な体験にどのように影響するかを見るのは魅力的です。同感です。彼らが作り出す世界に没頭するのが大好きです。まるで別の現実に数時間足を踏み入れたようなものです。そして、音楽と効果音も忘れないようにしましょう。それらはストーリーの雰囲気を整え、ストーリーを強化する上で非常に重要な役割を果たします。細部に至るまで演劇の魔法が生まれ、完全に没入感のある体験ができると信じています。この経験を皆さんと共有できることを嬉しく思います。すべての瞬間を楽しんで、後で私たちの考えについて話し合いましょう。レッスン32、仕事のストレス。
ねえ、最近仕事がどれほどストレスが多いか気づきましたか？みんなプレッシャーを感じているようですね。はい、持っています。作業負荷は大幅に増加し、私たち全員に負担がかかっています。まさに、幸福と生産性を維持するためには、そのストレスを管理する方法を見つけることが重要だと思います。絶対に。休憩をとってマインドフルネスを実践することは、そのプレッシャーを和らげるのに本当に役立ちます。完全に同意します。短い散歩やリラクゼーションのテクニックでも、ストレスへの対処方法に大きな違いをもたらすことがあります。はい。そして、この忙しい時期にお互いを支え合うことは不可欠です。少しの励ましが大いに役立ちます。みんながリラックスして再開できるように、チームビルディングのアクティビティをいくつか計画すべきだと思います。それは素晴らしいアイディアだ。ポジティブな環境を作ることは、士気を高め、コラボレーションを促進することができます。これらの変更をどのように実装できるか、楽しみです。これにより、職場がより楽しくなります。レッスン33、趣味と興味。ねえ、仕事以外で情熱を傾けている趣味や興味はありますか？はい、私は絵を描くこととピアノを弾くことを楽しんでいます。どちらのアクティビティでも創造的に自分を表現し、リラックスすることができます。それは素晴らしいですね。私はいつもアートを作れる人を尊敬してきました。あなたのアイデアが現実になるのを見るのは充実しているに違いありません。本当にそうです。空白のキャンバスを意味のあるものに変えるには、魔法のようなものがあります。想像できます。そして、ピアノを弾くことは、音楽を通して感情を伝える素晴らしい方法でもあるに違いありません。絶対に。言葉では伝わらない感情を音楽が伝え、パワフルな表現ができるところが好きです。いつかあなたの作品を見たり、演奏を聴いたりしたいです。素晴らしい経験になるはずです。喜んで共有します。私の最新の絵をお見せしたり、曲をいくつか演奏したりできる日を計画しましょう。それは完璧な計画のように思えます。あなたのクリエイティブな世界に飛び込んで、あなたの才能に感謝するのが待ちきれません。レッスン34、バケーション宿泊施設。私の両親が休暇に行くとき、彼らは大抵旅行に便利なモーテルかホテルに住んでいます。それはよくある選択です。モーテルやホテルに滞在することで、旅行中に快適でアクセスしやすくなります。まさに、これにより、料理や後片付けの手間をかけずに、休暇を楽しむことに集中できます。はい。ルームサービスやプールなどのアメニティがあると、全体的な体験とリラクゼーションが向上します。長い一日の探索の後に、快適に過ごし、くつろげる場所を用意することが大切だと思います。絶対に。適切な宿泊施設を見つけることは、思い出に残る休暇体験を生み出す上で大きな違いを生む可能性があります。今後の旅行でも同様の手配を検討すべきだと思います。そうすれば、最大限の楽しみが得られます。それは素晴らしいアイデアのようですね。予算と好みに合ったオプションをいくつか調べてみましょう。はい。また、ユニークな体験ができる場所にも注目しましょう。そうすれば、旅がさらにエキサイティングになります。レッスン35、コミュニケーションの選択。私は留守中も携帯電話を使って彼らとコミュニケーションをとってきました。このデジタル時代において、
これはとても賢い選択です。モバイルテクノロジーのおかげで、接続を維持するのがとても簡単になりました。遠く離れていても関係を維持するのに役立ちます。まさに、計画を調整したり、全員が同じ考えを持っていることを確認したりするのに非常に役立つことが分かりました。絶対に、メッセージ、写真、さらにはビデオ通話を素早く交換して、親密に感じることができるのは驚くべきことです。家から離れることで生じる孤独感を和らげるのに役立つと思います。はい。どこにいても自発的な会話が可能になり、一日を明るくすることができます。これ以上同意できませんでした。最近旅行した時に、つながりを感じるのに役立ちましたか？間違いない。自分の体験をリアルタイムで共有できるのが大好きで、友達も旅の一部だと感じることができました。それは素晴らしい。冒険中でも、携帯電話を賢く使い続けて、つながりを保ちましょう。